私が和樹に手を引かれて戻ると、他の者たちは皆テントの前に集まって、今後の計画や脱出案などが具体的に話し合われていた。とはいえ、所詮私たちは見てくればかり一人前のお嬢様学校の学生だ。学校の勉強以外で何を覚えるかといえば、ごきげんようと微笑む時の挨拶の作り方ぐらいなのだ。その学校で得た知識や経験などを何の役にも立つはずもなく、出る意見の大半が具体性や現実味に欠け、そのどれもが希望的観測の上に成り立っている。他力本願で楽観的なものばかり。その中でもいくつかまともに思える案が出たのは良好だった。と言えるが、例えば佐久間先輩の携帯を空に向かって投げるなど、その案の大半が発案者によってすでに実行済みであり、その効果が希薄であることが実証されていた。生死の境の中で皆が藁にもすがるような思いでこぞってアイデアを口にするが、鳥を捕まえてその足に手紙を巻きつけて救助を求めるといった意見が出たとき、あまりのバカバカしさにさすがに坂下部長が切れた。あなたたち少しは真面目に考えたらどうなの？そんな、私たちだって真剣に考えて、必死に考えてその程度なの？小学生だってもう少しまともな意見を口にするわよ。それとも何？この次はどうやって鳥を捕まえるかという議題で話し合うつもり？何もそんな言い方しなくたってねえ。確かに一番必死なのは坂下かもね。私たちよりまともな意見があるなら言えばいいのに。おっと？そんな聞こえよがしに囁かれた声は当然のように坂下部長の耳に届いた。あなたたち言いたいことがあるならはっきりと言いなさいな。そんな陰口のように恥ずかしくないの？焦りと苛立ちを含んだ坂下部長の声はいつもの部活の時と変わらない。けれど今はそのいつもではないし部活でもない。誰もが必死な非常時なのだ。こんな時にはすがるべきよすがを、本能的に嗅ぎ分ける。そんな時だからこそ肩書きではなく実力を求めるのは当たり前のことだ。その場にいる多くの者の視線がそれとなく和樹に向いているような気がするのは私のせいではないようだ。そんな気配を悟った坂下部長は急に湧き起こったやり場のない苛立ちの感情に飲み込まれ、手近にあった拳体の石を、指が白くなるほど強く握りしめた。まずいな。これ以上坂下部長を責めても何も解決しない。それでも誰かを恨まなければ救われないという気持ちもよくわかる。部員にとってはそれが部長であり、部長にとってはそれが和樹なのだろう。こういった時頼りになるのは顧問の越智先生なのだけれど、その先生はといえば怪我人の世話で忙しいという体を貫くつもりらしい。部員同士の争いには干渉しない。女の喧嘩に巻き込まれる面倒を一番よく知っている女子学校の教員ならではの対応だ。またいつものように喧嘩が沈静化してから個別にフォローすればいいと考えているのだろう。どうするの？私も人のことは言えない。結局はこうして横目でちらりと和樹を見ては、何とかしてよと助けを求めてしまうのだから。私が向けた視線から、俊敏に心を読み取ったのか、和樹は短くふうとため息を漏らすと、ずっと閉じていた口をゆっくりと開いた。もうその辺にしておきなさい。
バカを相手に喧嘩をする人が一番バカよ。その言葉、私に言ったの？それとも彼女たちに？みんなに言ったのよ。あなたにはどう聞こえた？そういうあなたはさっきからずっと黙っているようだけど、何かいいアイデアはないのかしら？おとなしく救助を待つという提案が一番最初に決まったはずですが。何もしないでただ救助を待つというの？いつ来るかもわからない救助。いつ来るかわからないから無駄に体力を消耗したくないのです。幸いなことにスオさんのおかげで水源は確保できたことですし、接触すればしばらくは持ちこたえられますが、それとも。和樹は口元で手を隠しながら目を三日月にする。それとも、以前私が申し上げたように、一か八かの賭けに出て、あの密林に足を踏み入れて脱出を試みますか？そう言って和樹がぐいっと顎をしゃくって指し示した先には、うっそうと木々が茂り、じめじめとしたジャングルが自然の猛威を振るう姿がある。それは、一度は全力で否定した和樹の意見だ。今更覆すわけにはいかないのが部長の立場というものだろう。一度は全力で、世にも苦々しく顔色を変えていく部長の様子を見ながら、冷や汗をかいている私に、和樹は意味ありげな視線を一瞬だけ起こした。ああ、そうか。とっさに私は授業中にそうするかのようにすっと右手を上げた。よろしいでしょうか？何かしら、スオさん。やっぱり部長がおっしゃったように、うかつに森に入るのは危険だと思います。それはもう誰もが理解していることよ。ですからとりあえず1週間、この場で思いつく限りのアイデアを試しながら救助を待つというのはどうでしょう？どうして1週間なの？この手の遭難事故の場合、だいたい2週間で捜索が打ち切られるそうです。ですから、1週間待ってみて救助が来ない場合は、その時にまたこちらから行動を起こすアイデアを話し合いましょう。それを今話し合っているのでしょう？あなた何を言ってるの？それはどうして1週間後にも今日と同じ体力が残っていると思えるのかしら。不思議。何ですって？私は隣でしれっと澄ました顔をしている和樹をじろりと睨んだ。いや、でも、まあ、つまりはそういうことです。とにかく1週間、思いつく限りの手段で SOS を発信しながら救助を待って、それでも救助が来なかったら、その時の体力や食料事情に応じた対策を話し合いましょう。まあいいわ。確かに今はそれぐらいしかできることもなさそうだし、それでよろしいですね、先生。始まった。ああ、とりあえずはそれでいいだろう。では、最後に私から忠告です。各自アイデアを出して実行するのは構いませんが、決して無茶のない範囲で行動するように。崖に足場を掘りながらよじ登るとか、そういった危険が伴うアイデアはくれぐれも実行しないように。以上。激しく告げられたその言葉で、気まずくなった場の空気をかき消すかのように話し合いは終了し、集まっていた者たちは各々がペアの者と一緒に捧き合うようにしてその場を後にする。
もちろん私もそれは例外ではなく、いち早く話し合いの席から腰を上げた和樹の後を追いかけ、まずは文句の口を一つ開いた。ちょっと、さっきのはひどくない？あら、何のこと？また私に重要な発言を丸投げしたでしょ。私、和樹の腹話術人形じゃないんだからね。変ね。私、あなたに何か言えと命令した覚えは全くないのだけれど。言わなくてもわかるわよ。それに目で合図したじゃない。ええ、確かに合図は送ったけれど、まさかああも敏感に感じ取ってもらえるとは思ってもいなかったから、私もう嬉しくて。今日は一日ニコニコしていると思うけど、気持ち悪いとか思われないか心配だわ。なんか、いろんな意味で気持ち悪いのは確かね。あまね、私はあなたがとても気に入ったわ。もし私が男なら、間違いなくあなたにプロポーズしているわよ。やめてよ。私、そっちの趣味ないし。ええ、大丈夫。私にも今のところそっちの趣味はないから。今のところって。将来的にはそっちの趣味に走る可能性もあるという意味であろうか。まあ、絶対にないとは言えないわね。だから、私の心を先読みして会話をしないでよ。何にせよ、あなたのおかげで話がうまくまとまったのだから、1000の感謝を送りたいわ。はあ、さいですか。そりゃよござんしたね。それでもやはり残る懸念はあの部長ね。やっぱり私、あの子が嫌いだわ。はっきり言うな。確かにちょっと上から目線が鼻につくけど、基本的に悪い先輩ではないと思うけど。事実、普段の部活動の最中では間違ったことは言わないし、あれで意外と部員思いのところもある。今回のことに関して言えば、部長としてのキャパシティをはるかにオーバーしている状態でもあるわけだし、その辺を加味すれば十分に冷静な対処をしていると言える。確かにそうかもしれない。でも、仮にも部という一つの組織をまとめる長なのだから、せめてブレインストーミングぐらいは理解していてほしいのだけれど。ブレ、何？ブレインストーミングよ。何それ？ググりなさい。は？説明が面倒な時の合言葉よ。でもまあ、そうね。通信手段が途絶している今この場では酷な言葉ね。まあ、簡単に説明してしまうと、4つの原則があるの。はあ。1、決めつけない。2、否定せずに何でも受け入れる。3、とにかく数を出す。4、結合する。以上の4つよ。つまり、どんなにくだらない意見でも否定せずにとりあえず聞いてみて、一見して無駄のように思える意見でも、他の意見と組み合わせることで有効な意見にできないかを考える。それがブレインストーミングよ。おお、なんか天才っぽい。まあ、例えばね、まあこれは無理なんだけど、じゃあ例えば、なんちゃら先輩が石の上に、空に向かって携帯投げ取ったと。ね。そうじゃなくて、ね、鳥を捕まえて手紙をね、くくりつけるっていうやつもおったと。じゃあ、一個一個の意見ではそうかもしれんけど、じゃあその意見を組み合わせたことによって、鳥の背中に携帯巻きつけて飛ばそうかっていう話も出てくるよね。まあそれももちろん実行はできんだけどね。ブレインストーミングっていうのはそういうのの、その相乗効果というか、っていうのもあるっていうね。茶化さないの。結構真面目な話をしているのだから。うん、ごめん。それで？さっきの話し合いで彼女は他人の意見に否定をぶつけるだけで
何一つ建設的な意見は口にしなかったでしょ。そう、例えば火を起こしてのろしを上げるとか、いっそ森に火をつけるとか。そんな意見に彼女は何て答えたかしら？それは確かもう試してみて効果がなかったんじゃなかったっけ。のろしの煙は重なった木々の枝で分散されちゃうし、山火事の場合は冬場ならともかく、今の季節は森自体の湿度が高くてジメジメしてるから無理だって。そう。他にはどんな意見があったかしら？次は、メール送信状態の携帯電話を崖の上に投げ込む？それも佐久間先輩が何度も試して失敗しているわね。他は？テントのシートを材料にしてタコを作ってあげるとか、鳥を捕まえて足に手紙を結びつけるとか。あら、何か思いついた？タコに携帯電話を結びつけて空にあげるってどうかな？そうね。試してみる価値はあると思うわ。さっきの話し合いではそんなこと思いつかなかったのに。っていう話になるわけさ。ね。あれもダメ、これもダメと否定するだけの話し合いに意味なんてないわ。くだらない意見もすべて受け入れた上で、その中から複数のアイデアを組み合わせて新しい意見を考える。そういう発想があれば、あの話し合いも無駄ではなかったはずなんだけどね。どうしてあの場でそれを言わなかったの？だって、また余計なことを言って怒られたら嫌じゃない。それに、物の考え方の価値って、人に教わるより自分で気がついた方がずっと高級だと思わない？例えば、タコに携帯電話を結びつけて飛ばすアイデアとか？バレたか。そう。そのひらめきが脳を活性化させるの。やっぱりあなたは最初から答えが分かっていて、私に思いつかせるように会話で誘導したのね。そういうものの捉え方は心外だわ。それともあなたは学校で数式を習っても同じように教師に噛みつくの？今の私たちと学校での私たちじゃ置かれている状況が違うわ。何でも教えてくれる人が身近にいると自分では考えることをしなくなる。そういう観点で見れば同じことよ。私、あなたのそういう回りくどいところが少し苦手。気をつけるわ。和樹と話していて、たまに感じる違和感の正体が少し分かったような気がする。この風見和樹という少女の会話は、まるで学校の先生との問答に似ているのだ。言い回しが回りくどく、すぐには答えを教えてくれない。学ぶ気のない者には知恵を貸すこともしない。そう、まるで老成した学年主任クラスの教師のようだ。もし和樹が本気で考えてくれたのなら、この窮地もあっという間に脱出できるのではなかろうか。そういうな風に考えると、あののんきに人に教えを説くような和樹の態度は、受け取りようによっては遠回しに、あなたは無能だと言われているようでも、と言われているようで腹も立つというものだ。そして事実、私は無能なのだから返す言葉もなく、なお腹が立つ。いつか何かで言いまかしてやろうとは思いつつも、果たして私が彼女に勝る部分とは一体何なのだろう。ああ、そうか。料理の腕なら勝てるかも。そうだ。彼女に勝てる可能性があるかもしれない。そんな些細な優越のようなものを見つけた途端、料理下手な和樹を一人で脳内に思い描いて、もう意外と不吉祥さんだね、和樹は。などと想像しては思わず頬を緩め、和樹が可愛らしい小さな女の子に思えてくるのだから、自分の単純さに呆れる思いだ。そこで私は早速朝食作りで腕を振るい、
それを和樹と二人でもそもそと食べながら、その思いつきを本人に直接話してみると、その単純さこそが人が自殺をしないためのシステムよ。とまあ、よく意味のわからない言葉でやんわりと微笑まれた。なんだろうな、この子は本当に。まあいい。朝食をとり、腹が膨れて心が前向きになったというわけではないけれど、私は早速、タコに携帯のアイデアを部長に進言してみることにした。あなたもなの？どういう意味です？そのアイデアを私に持ち込んだのはあなたが初めてではないという意味よ。10分くらい前に金田古森ペアが来て試させてほしいって言ってきたの。あ、そうなんですか。やっぱりこの程度のことは皆思いつくんだ。同じ実験を2つすることは意味ないし、他のアイデアが思いついたらまた来なさい。はあ、わかりました。我ながらいいアイデアだと思っただけに、なぜか手柄を横取りされたような気分になって、すっかり肩を落とした私は、とぼとぼと自分のテントに戻ると、顛末を和樹に話して聞かせた。私たち以外にも同じネタを思いついたペアがいたと。確かに金田古森ペアも私たちと同じ話し合いに参加して同じ情報を持っていたわけだし、別にありえない話ではない。私からそんな話を聞いた和樹は、ああやっぱりと、さもそれが当たり前であるかのように、でしょうねと肯定する。主考か主定主考か主考する。和樹が言うにはレミニセンスというものらしい。レミニセンスというのはつまり、情報を得た直後より一定の時間が経過してからの方が記憶の関連付けが進行する分、早期や連結発想がしやすくなるという現象ね。また難しい話をしようとしている？そうね。専門的な話をすると長くなるし、やめておきましょう。ぜひそうしてください。それで、何か他のアイデアは思いついた？タコをあげて発見してもらうというのは、他者の視覚に訴えかける通信、つまり光媒体の通信だよね。ええ、そうね。携帯電話を使うのは、そのまんま電波通信でしょ？つまりそういうこと？もしかして、私が今から言おうとしたこと、もう分かっちゃった？音による通信の可能性？なんだ、やっぱりバレてた。いいえ、私も今あなたの話で気がついたのよ。つまりバスのクラクションを鳴らすとか、そういった聴覚に訴えかける大音量装置による通信でしょ？うん、そうそう、そんな感じ。まさかとは思うけど、みんなで大きな声で叫ぶとか考えていたわけではないわよね。それは、考えていたんだ。はいはい、考えてましたよ。どうせ私はアホですよ。発想の着眼点は悪くないわよ。誰かに先を越される前に部長に報告してみたら？一応報告はするけど、きっと私でなくても誰かが思いつくアイデアよね。言ったでしょ？そういった小さな発想の積み重ねが新しいアイデアにつながるのよ。まあ、それはわかるんだけどね。一つ思いついたらすぐに報告ってのもなんか頭悪いかなって。だったらもう一つアイデアを用意したら？例えば、そうね。あまり現実味はないけれど、発想の一つとしてデジタル通信の可能性とかはどうかしら？デジタル通信？
例えばそう森に行ってこう長い木の枝を何本も集めてそれを縦に連結していけば理論上は何百メートルだろうと長い棒が作れるでしょ。その長い棒の一端を私たちが掴んで右に回転させれば0、左に回転させれば1とすれば二進法のデジタル信号が送れるでしょ。なんか和樹にしては割とバカっぽいアイデアだよね、それ。そうかしら。質量はともかく重量の制限を受けない宇宙空間でならタイムラグのない超長距離高速通信に応用できそうなネタだと思うけど、ダメ？ダメっていうか、宇宙って、なんだろうな。やっぱ、なんとかと天才って紙一重なんだね。今思い知った感じ。だから発想の元というか、あくまでも着眼点の一つとして報告してみてはどうかしらというプロポーズなのだけれど。まあそうね、そういう考え方もあるって感じで報告してみるけど、バカだと思われたら嫌だな。あなた、それは私に対して何気に失礼よ。その後、私が部長のもとへ報告へ向かった結果、検討の余地ありという評価をもらった。一応デジタル通信の可能性についても軽く示唆してみたものの、やはりというか部長の反応は今一つで、どうもピンとこない様子であり、良識の範囲内での実験は許可との微妙な評価をもらう。まあ、実験とは言っても必要なのは長い木の棒とそれを連結するための細工だけだし、失敗に終わったところで煮炊きに使う薪が確保できたと思えば損失にはならない。とはいえ、まずは現実味の観点から見て、まだ実用性の高い音による通信、つまりはバスの残骸を調べ、警笛が未だに動作するかを調査する方が優先順位は上だ。実のところ、私は車に関しては少しだけ知識がある。子供の頃から車が好きで、軽トラックで朝の市場に向かう父親についていくのが大好きだったのだ。女の子のくせに車が大好きというのは父親には面白かったのか、父親はよく私を膝の上に乗せてはトラックのハンドルを握らせ、市場の敷地内をぐるぐると走り回って遊んだのを思い出す。さすがにこの年になってしまえば、もう父親の膝の上に乗るようなことはしなくなったが、代わりに車がどうして動くのかといった仕組みについては多少詳しくなった。破損したリアウィンドウから侵入し、横転したバスの中に再び足を踏み入れると、漏れ出した燃料の匂いが以前よりも濃くなっているように感じられる。一歩ずつ足元を確認するようにして運転席まで進んでいくと、果たして運転席のハンドルの根元にはキーが差しっぱなしになっていたが、キーシリンダーのメインスイッチはしっかりとオフの位置に回してある。これは私が越智先生を運転席から助け出すときにメーターのバックランクが点灯したままだったのを気持ち悪く感じてとっさにオフにしたのだ。祈るような思いでキーをつかみ、メインスイッチをオンにしてみると、すぐにメーターのバックランプが点灯し、燃料ポンプが作動するモーターの音が聞こえてきた。どうやらバッテリーは生きているらしい。ドライセルバッテリーのおかげで横転しても液漏れを起こさなかったようだ。このままもう一段、スタートの位置までキーを回してみたくなるが、おそらくセルは回ってもエンジンはかからない。無駄にバッテリーを損耗する愚かは、愚は犯さない方がいい。まずは目的であるクラクションの動作確認。手のひらで軽くステアリングの中心を押し込んでみると、ことのほか元気に警笛が鳴り響いた。よかった。まだ鳴る。何やかに、突然響き渡った警笛の音に周囲の人間が一斉にこちらを向く。
まずは、作動の確認は取れた。あとはこれをどう利用するかを考えなければいけない。ただ、無駄に鳴らしてもバッテリーの無駄になるし、いつどのタイミングで鳴らすかを相談する必要がある。まず私はメインスイッチをオフにすると、運転席を離れ、バスの外に出た。クラクション、使えるみたいね。そうだね。あとはどのタイミングで鳴らすかってのが問題かな。いくら鳴らしてもそれを聞きつけて救助を呼んでくれる人がそばにいなければまるで意味がないし。まずは音という要素を一つ確保したというところで満足するべきね。それをそのまま使うのか、それとも他の何かと組み合わせて使うのか、その辺は今後考えていきましょう。